この3本指のところにツボがあるんですよ。そこきっちり打ってますからね。帯同の第一人者で柔道整復師、人体のプロ中野哲司先生。もう骨の出っ張りできっちり打ってくる、もうとてつもなく有効だと思います。沖縄空手を味わうシリーズ、今回は骨で打つ。これは痛い。さあ激痛を楽しもう。はい、すみません。ついてきたもの、筋肉太いところとか打ったら月が入ってるじゃないですか。なのでこの腕時計してるところぐらいでさばかないと、ここだけが入ってるので、ここでさばくみたいなイメージなんですけど、それをいいですか、ちょっと。例えばこの腹よく上から下に落とすときも、バーンっていうのは力だけで上から下に落としてますね。でそれをひねったら技が力に変わる。さらに鍛えなくてもそういうところになったら足がっていう痛いですかっていうイメージで見てたりしてます。なるほど。うわー、これは痛いですね。やっぱなんか骨で打ってる感じします？あ、打ってます。明らかに骨で打ってます。はい、明らかに骨ですね。だから空手は手のひら上か下かで、まあひねってるじゃないですか。こうつかないで、この構えからも下に落とす、これも上から下に落とすようなイメージ。ひねりと当てる場所を意識すれば、普通はこの上から下にさっきの浮きを足に飛ばすように、これがすいません、大丈夫。上段もこう受けるんじゃなくて、ここで当ててこう返す。うわー、この3本指のところにツボがあるんですよ。そこきっちり打ってますからね。そうなんだ。ここの部分にあるんですね。そこを打ってきてるんですね。打ってますね。で大体このいわゆる内小手だとか外小手で打つ人は多いんですけど、このピンポイントでこの骨の出っ張りできっちり打ってくるっていう方はなかなかいないんじゃないですかね。でもすごい、中野先生打たれただけでそこで打ってるって分かるんですね。でも尖ってるので、すごい。じゃあこれをバンというのは普通の受け方ともう骨を使った受け方。これがさばくだけのきたものです。さばきなんですけど、この突きをすみません殺すために次は。なるほど。もう手だけじゃなくて体もなんですね。足し算がいっぱいですね。で空手の型でいったら、きたものに対してここで本当にさばいて流しながら、ここでこう決めながら折ると。いやー、素晴らしいですね。捕まえきれるかわからないですけど、もう連動がものすごい綺麗ですね。なんだったらでもこれもらっててもできますよね。もらいながらやっちゃえばいいんですよね。もらっちゃったとしたら。今ですね。言ってみればもらったとしたらもらいながらもういけばいい話ですよね。態度って応援風靡という考え方がありまして、蹴りが来たら風に流される雲のように動いていくっていうのがあるんですけど、競技ではもちろんパンと蹴られてしまったらポイント取れる。そうなんです、ポイントになるんですけど、実際はパンってもらってもダメージがなければ、その蹴られた流れでそのままこう打っていけばいいんで、そうなんです。で今のも同じでもうもらってても自分がこう吸気排抜っていう動きがあるんですけど、こういう打たれた時もちょっとじゃあ打っていただいて、こういう抜きがあればそのまま入ってくるってで、その時にさっきの取り手系が入っていくといいっていう話をこっちで取っていくっていうのです。じゃあその態度もつかみみたいなのがあるわけなんですか？型の上ではあるので、競技では一切使わないので、そんなにたくさん訓練はしないんですけど、型の中にあるようなものですね。中野先生、八木先生の手首の骨を使ってピンポイントで打つというのは有効だと思いますか？とてつもなく有効だと思います。人体のプロである中野先生から有効いただきました。ありがとうございます。間違ってなかったんだ。中野先生、もう少し詳しく解説してもらえますか？この長い部分でやるのと、この尖ってる点で打つので、もういった痛み方が違うので、ちなみにここ神経のが出てくるんですね。だってこの辺打つとビーンってなりますよね。でも私見たらそういうところで打ち合ってましたよね。ありえないと思いましたね。じゃあ流れでそれやってみます？やるしかないですよね。
はい、もう神経の炎症が起こると思うんです。中野先生、明日もありますけど大丈夫ですか？はい。どうなんですか？いやせっかく来たのに、なんか沖縄に来たのにラフテを食べずに帰るみたいになっちゃうので、八木先生のところに来たのに。確かに。じゃあ今中野先生からお話が出たので、はい、ちょっとその小手ギターをですね、はい、体験していただいて。先生おっしゃるようにこの内小手っていうんですか？内小手と外小手。私たち多分こっちを内小手って言って外小手って内側外側って言ってます。はい。でここで受けるとここはここを強くするために鍛えてるっていうただの根性の鍛え方です。期待にこれから得られる痛みに関しての期待感っていう。そうですね。お願いします。はい。これで開いて頭瞬間に握る。なるほど。余計に。こっちからですね。はい。外っていうんですかね。はい。これだけだけです。はい。痛い。これと。ありがとうございます。そういう感じなんですね。そう内からまた1、2、3。ああ、なるほど。1、2、3。1、2、難しい。1、2、3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 。
あ、すみません。中野先生すごいじゃないですか。いや、痛いですよ。痛いです。すごい痛いです。もうそうですね。もう本当肘から先を鍛えなさいだったので。まさに空手なん手なんですね。ここだけでさばけたら受けられたらいいねっていうぐらい、受けが攻撃になるっていう。それはでも外国の人も骨で打たれたらびっくりするでしょうね。八木先生は海外での体験があってこの技術を研究したのですよね。31歳の時に30代の時にちょっと海外に留学して、1年半ぐらいで空手を教えるっていうので言ってたんですけど、その時にやっぱりちょっと若さもあって、ちょっと自信があったんですね。自分も行ったら行ったでもでかいし、バンってくるのも受けきれず力でもかなわないので、どうにか受けて相手が納得してついてくるものないかということを考えた時に、技から出る技を力に変える、速さを力に変える、プラス体も鍛えなくてもそういうところでこっちついても倒れないので急所を狙うのが型の中に入ってるということは、強い拳で打つんだったら強い骨で受けるっていうのを意識したら、結構通用してですね結構なかなか受けとかもさばけるようになったりしたので、体験から来た工夫だったんですね。習ったものではなくてですね。面白い。道場から一歩出るっていうのは僕すごい大事だと思うんですよね。私も海外に行った時に行きはエコノミーで呼ばれたんですけど、やっぱり練習後は帰りビジネスになりましたからやっぱりこうなんていうんですかね、こう兵役があったりだとか、やっぱりこう実力を示せるみたいな世界だと、やっぱりこうすごいなってやっぱり稽古して思ってくれたら認めてくれる。でも道場の中だけでいるとこう自分も自分のなんていうんですかね、自分の世界の中で技を鍛えてると実際それがどうなのか分からなくなっちゃうんですよ。そのために多分大会とかがあるので、大会で金メダル取るために私たちは大会に出てるわけじゃなくて、本当に自分がやってる稽古が果たしてこういい実験をしてるのかっていうことだと思うんですね、研鑽として。今回も盛り上がりましたね。中野先生痛いの大好きなんですね。さあ次回も中野先生と一緒に沖縄空手の深みを味わっちゃいましょう。 Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。